美少女キャラクター。世の中には若い女性をモデルとしたキャラクターが溢れていて、特にアニメや漫画の世界ではもはやなくてはならない存在です。そんな魅力的な美少女キャラクターたちは実は少し奇妙な存在でもあります。理想的な人体の比率の一つとして8頭身で足と胴体の割合が同じというものがあり、アニメや漫画の世界でも多くのキャラクターがこの比率でデザインされています。この比率でデザインすると、男性はヒーローのような小顔で体の大きな体型になり、女性はモデルのような美しさが際立ちます。しかしアニメや漫画の美少女キャラたちはこの理想的とされる体型とは少々かけ離れた比率でデザインされていることが多いのです。今回は美少女キャラに代表されるちょっと変わった比率やバランスを持つキャラクターや人体について解説します。なお、8頭身の人体比率の解説動画については概要欄のリンクから視聴できます。ではまず美少女キャラたちについてです。作品のジャンルにもよりますが、アニメや漫画の若い女性キャラクターはある程度の大人であっても5頭身から6頭身くらいのバランスでデザインされることが多くあります。これは8頭身の人体と比べると体に対してかなり頭が大きいということになります。現実の世界で美人や美少女と言われる女性は顔が小さいことが大きな売りになっているのに対し、アニメや漫画の世界の美人や美少女は逆に頭が大きくデザインされているのです。しかしそうなる理由は簡単です。アニメや漫画の女性キャラクターたちもその一番の魅力は可愛く美しい顔にあるということです。頭を大きくデザインしておくと目などの顔のパーツも大きくなり、引きの絵でも顔の造形や表情をちゃんと見せることができるというメリットがあります。さらに5頭身から6頭身は実際の人間で言えば子供の体型です。大きな頭と頭身を子供に近づけることで体全体で可愛いイメージを作り出そうとしているのです。アニメや漫画において魅力的な女性キャラは最強の広告塔です。彼女たちの存在によって作品はより多くのファンを獲得することが可能となります。しかし実際に頭の大きなキャラを作ろうと思うと少々問題が生じます。美しく見える理想的な人体比率は最初に挙げた8頭身で足と胴体の割合が同じ体型となるのですが、このまま頭を大きくデザインしてしまうとバランスが崩れてしまいます。かといって8頭身のままだと頭が小さくて肝心の顔を見せづらい。そこでキャラクターの頭を大きくしながら足と胴体が1対1という理想的な比率を崩さない良い方法が考え出されます。つまり頭を大きくするのに対して胴体を小さくしてしまうという荒技です。頭を大きくした分体を小さくすれば胴体と足の長さの比率を1対1で維持できます。美少女キャラたちの比率をよく見てみると5頭身であれ6頭身であれ足と胴体が1対1の比率でデザインされているものがほとんどです。ポイントは単に子供の体型にしてしまうのではなく、短い子供の足を伸ばして胴体を小型化し理想的な足と胴体の比率を維持した点がこのデザインの妙と言えるでしょう。最終的に彼女たちは細く長い美脚とスレンダーな胴体、そして体に対して不釣り合いに大きな頭という独特の体を手に入れるのです。実際にこのような比率の生き物が存在したらそれはもう宇宙人のようなものでしょう。しかし日本のアニメーターや漫画家、イラストレーターたちの半端ないデザイン力によってまさに絶妙な比率の体を与えられた彼女たちは作品世界にうまくなじみ可愛いと認められて日々多くのファンの支持を得ているのです。続いてもう一つ8頭身人体の理想的な比率に当てはまらない例について説明しておきましょう。それは我々アジア人の人体比率です。そもそも骨格が違うのでアジア人は多くの白人や黒人のように8頭身で足と胴体の割合が同じ比率になることはほとんどありません。でもまあごく一部例外は存在するのですが、とにかくアジア系の人種をそのようにデザインしたいのであればアジア人特有の人体比率を知ってそれに合わせる必要があります。実際に日本やアジアを舞台としたアニメや漫画などではより現実的な表現に近づけるためアジア人的な比率でキャラクターをデザインしている作品も多くあります。アジア人はよく胴長短足と言われますが、これはアジア人の人体比率の特徴をよく表している言葉です。ほとんどのアジア人は胴体の比率が足よりも長く、さらに頭も少し大きめという特徴を持っています。目安の比率としては足 0.9 に対して頭部を含めた胴体部分 1.1 くらいといったところでしょうか。まあ現実のアジア人でこの比率ならかなり足が長い部類に入ると思います。胴体がもっと長く頭もより大きい人もいます。おじさんなどをデザインするときは胴長短足の比率をより強くしてみても面白いかもしれません。人種による人体比率を考えたデザインはアニメや漫画の世界観を作る上で大切ですし、視聴者や読者をよりその世界に没入させることができるでしょう。もしアジア人をアジア人っぽくデザインするなら少し胴体を長く頭を大きくして足を短めにするというこの比率を覚えておくと良いでしょう。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。